サーモン尽くしだよ。いただきます。こんにちは、とうこママです。今日は子供たちとコストコに行って買い物をしてきました。コストコへ行くのはとっても久しぶり。子供たちは初めてのコストコに大興奮でした。コストコはお買い物のテーマパーク。ついついお金を使いすぎてしまいますが、普段のスーパーでは購入できない食材を楽しむのもたまにはいいですよね。今日の購入品は全部で23品、合計で45,802円でした。でっかいやつだ。いっぱいあるでしょ。いっぱいある。肉や魚、果物から日用品まで、なるべく実用的に使えるものを厳選して購入してきました。実用例とともにコストコで購入してきた商品を紹介しようと思います。お買い物の参考になると嬉しいです。すごいでしょ。そういっぱいほらみんなでお買い物して楽しかったね今日ね。楽しかったけど喉乾いたしおトイレも行きたかった。大変だったよもう本当に。グラグラも借りた。ね、じゃあ今日晩ご飯はさ、これだな。イエイサーモン。食べようか。サーモンで、明日のお弁当はみんなのご希望のハンバーガー、パンと合いびき肉買ったから。ハンバーガー、明日のねお弁当。コストコに行くたびに購入している鶏ささみ 2.5 キロ1998円。桜鶏のささみです。ハサミで切り分けができるのですぐに使わない分は冷凍保存しておきます。このささみは面倒な筋を取ってくれているのが特徴。手で筋を取る時のように全ては取り切れていないですが、食べても気にならない程度。一度にたくさん使う我が家にとって面倒な筋取り済みは嬉しいです。このささみ肉を使ってきのこのクリームをかけたささみのソテーを作ります。ささみを柔らかくするために麺棒で叩きます。このお手伝いは楽しくて子どもたちは大興奮。ささみには塩コショウで下味。薄力粉を両面にまぶします。オリーブオイルをひいたフライパンで香ばしく焼いていきましょう。隣の小さいフライパンではささみソテーにかけるきのこのクリームソースを作ります。オリーブオイルでマッシュルームを炒めます。白ワインを入れて香りと風味付け。最後に生クリームを1パック。煮詰めていくととろーりとしたクリームソースになります。最後に塩と白胡椒で味付け。冷凍庫に冷凍のほうれん草が残っていたので加えます。生クリームを使ったきのことほうれん草の簡単クリームソースです。ささみ肉は叩いて薄くすることで加熱時間が短くなりしっとり焼き上がります。ささみのソテーきのこのクリームソースがけ完成です。子どもたちも大好きな晩ご飯の一品です。佐野ラーメン麺屋陽介醤油味8食で1480円でした。
佐野ラーメンとは栃木県佐野市のご当地ラーメン。麺は青竹打ちの縮れ麺。麺をよく見ると太かったり細かったり、短い時間で茹で上がり、コシの強い美味しい舌触りが味わえます。佐野の美味しい水で作る醤油味のあっさりとしたスープが特徴。佐野の水は癖がなくまろやかなので、ラーメンのスープに適していると言われています。この日のトッピングはもやしにほうれん草、煮卵、ネギをたっぷり。食べに行ってみたいと思っていた佐野ラーメン。家で気軽に食べることができるのは嬉しいです。縮れ麺がスープに絡んで最高に美味しいです。家族にも好評でした。これはリピート決定。こちらもコストコに行ったらいつも購入する桜鶏の鶏もも肉 2.5 キロで2698円。桜鶏は国産ブランドの鶏肉の一つ。特徴は名前の通り桜のようなピンク色の身をしていて、程よい脂身でしっとりとした肉質が特徴です。一般の鶏肉と比べてビタミン E 含有量がなんと3倍以上だそうです。この桜鶏の鶏もも肉と、これからが旬の春キャベツを使って鶏肉とキャベツの白ワイン蒸しを作ります。鶏肉は食べやすいサイズにカットします。鶏肉の約 1% の塩をまぶしておきます。ここに黒胡椒、ニンニクの香りを移したオリーブオイルで鶏肉を焼いていきます。いい色に焼けてきました。鶏肉の上にざっくりと切ったキャベツをたっぷりとのせます。ここに白ワインを入れて蒸すだけ。鶏肉の美味しさを引き出します。調理時間はわずか10分。シンプルな味付けだからこそ鶏肉の美味しさが味わえます。鶏肉とキャベツの白ワイン蒸しの完成です。麺や青木の太麺焼きそば6食入り438円。これはコストコの定番人気商品。スーパーに売っている一般的な焼きそばが1食 150g に対し、これは1食 200g の大容量。太麺なので食べ応えあり。この焼きそばを作っている様子は一つ前の動画で紹介しました。たっぷり大容量の焼きそばでしたが、子どもたちはペロリと食べてしまいました。もちもちの太麺が最高に美味しかったです。国産豚肉ロース薄切り 100g で158円、1460g で2307円でした。この日はシンプルにお肉の美味しさを味わうポークソテーにしました。これを作っている様子も一つ前の動画で紹介しました。塩コショウをして薄力粉を振ったロース肉をフライパンで焼いていきます。味付けはウスターソースに粒マスタード、生姜焼きやポークケチャップ。大判の豚ロース肉は使いやすくて便利。ご飯が進むポークソテーの完成です。アメリカ産牛肩ロース薄切りを 100g あたり348円、789g で2746円でした。
牛肩ロース肉は脂が乗っていて美味しい部位。すき焼きや牛丼にしても美味しいです。薄切り肉はいろんな料理に使いやすいです。すぐに使わない場合はいつも袋に入れて冷凍保存しています。この牛肩ロース肉を使ってハヤシライスを作りました。子どもたちに大好評でした。雪印北海道バター3パックで1268円。スーパーで購入するより少し安いです。バターソテーにじゃがバター、ムニエル、ホワイトシチュー、ご飯作りにバターは欠かせません。オーガニックバナナ368円。サイズもビッグなオーガニックバナナ。まだ青いので完熟させてから食べようと思います。バナナ、ベリーミックス、牛乳を入れてミックスジュースを作りました。濃厚でとっても美味しかったです。さつまいも 1.5 キロ698円でした。品種は紅はるか。オーブンで焼き芋を作ります。これ焼き芋にしよっか。包んでくれる？綺麗に洗ってね。これ何？青いやつ？紅はるかは糖度が高く、ねっとりとした食感が特徴のさつまいもです。安納芋にも匹敵するようなねっとりとしつつ滑らかでクリーミーな口当たりと、焼き芋などのように熱を入れると糖度は50度にもなるとされる甘さが人気の紅はるか。はい、じゃあオーブンで焼くね。オーブン予熱なしの170度の1時間半90分。はい、スタートしていいよ。はい、楽しみだね。ほっかほかの熱々の焼き芋食べたい。ねえ、待ってよね。食べたい。リンゴ食べるの？食べたい。日のリンゴっていうのって。1、2、3、4、5、6、7全部で8個入ってるわ。立派なリンゴだね。いい香り。ありがとうありがとう。まな板持ってきてくれた。じゃあ切ろうか。青森県産の富士リンゴだって。このまま切っちゃおうか。富士リンゴ 2.8 キロで1998円。甘みと酸味のバランスが絶妙のリンゴです。楽しみだね。食べるのね。どんな味かな。食べたい食べたい。いただきます。どうやって食べるか。どう？おいしい。どう？おいしい？おいしい。おいしいです。もう食べちゃう。どう？おいしい。リンゴ食べないの？おいしい。おいしいね。バンズ12個入り698円。直径約12センチ、高さは7センチほどあり、ふっくらとしているバンズが12個入っています。切り込みが入ってるんだこれ。これ知らなかった。お母さんずっと聞いた。知らなかった。ほら。息子たちのハンバーガーを食べたいというリクエストでこのバンズを購入しました。バンズには切り込みが入っていたので手で開くだけで簡単に挟むことができました。シュガーバタートーストを作ります。シンプルなパンなのでハンバーガー以外にも楽しみ方はたくさんありそうです。バターにお砂糖、油を少し加えます。
バターは事前に冷蔵庫から出しておくと作りやすいです。バンズに塗ってトースターでこんがりと焼くだけ。このバンズは少し黄色みがかっているのが特徴。朝ごはんやおやつにも良さそうです。少し厚みがあるので焦げないように注意して焼いていきます。シュガートースト焼けたよ。あ、それ食べていい？いいよ、一人とね。いただきます。おいしい。おいしい。ママも一個食べる。いいよ。あ、このパン美味しいね。お母さんがさ、シンプルなパンが好きなの。明日はこれでハンバーガーだね。牛豚合いびき肉 100g あたり129円、約2キロで2654円でした。子どもたちのリクエスト、コストコで購入したバンズと合わせてハンバーガー弁当にしました。ハンバーガー弁当を作っている様子は2月10日の朝ライブで公開しています。北海道ゆめぴりか10キロで7668円。最近は本当にお米が高いですよね。1年前の約 1.7 倍の値段になっているようです。食べ盛りの子供が5人、主食のお米は毎日の食事には欠かせません。ゆめぴりかの特徴は甘い香りとうまみ。粘りの強さともちもちとした食感がゆめぴりかの特徴です。いつもトタンの米びつに入れて保存しています。虫が湧いたりしないのという質問もたまにいただきますが、我が家の場合、虫が湧く前に食べきってしまうので常温保存で問題はありません。牛乳みんなが買って言ってた牛乳だよ。北海道サロベツプレミアムミルク2パックで488円。サロベツ原野の広大で良質な牧草を食べて育った牛から出る生乳。濃厚なコクと甘さのある牛乳です。この牛乳を使ってカスピ海ヨーグルトを作りました。種のヨーグルトに牛乳を入れて25度から30度で6時間から10時間置いておきます。ヨーグルトによって温度帯が違うので注意してください。でこれさ、牛乳入れるでしょ。そしたら28度で何時間かな。長ければ7、8時間、早ければ4、5時間。めっちゃ増えてる。そう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 。混ぜるせーの。軽いでしょ。ヨーグルトメーカーに入れてボタンを押すだけです。スーパークレインズグラノーラ 1.3 キロで2198円。オーツ麦、アーモンド、かぼちゃの種、ひまわりの種、クランベリーやチェリーなどたっぷりと入ったシリアルです。私が食べたくて買ってきました。ヨーグルトの上にシリアルと蜂蜜をのせるのが私のお気に入りの食べ方。これ何？
美味しい？なんかいろいろ入ってんだね、これね。おいしい。ね、いっぱい入ってる。あとおいしい。ね、美味しい。マーブルシュレッドチーズ 1kg1278 円。クーポンで280円引きでした。たっぷりの 1kg 入りは嬉しいです。モッツァレラチーズとチェダーチーズのミックス。白とオレンジの2色のチーズが入っています。グラタンやチーズトースト、使い道はたくさん。袋を小分けにして冷凍して使います。平らにして冷凍すると固まらずパラパラの状態で冷凍ができました。オリザの米油 1650g で878円。2本購入しました。米油は玄米を精米してできる米ぬかから生まれた植物油。ビタミン E、オレイン酸、リノール酸をはじめとする生理活性成分をバランスよく含んでいます。無味無臭なので炒め物から揚げ物までどんな料理にも使いやすいです。ニュークレラップ 50m 3本入りで1088円でした。食品の鮮度を保ち、みずみずしさを守ってくれます。耐熱温度は140度と熱に強いので安心して使えます。日常使いするラップだからこそストレスが少ないものを選んでいます。エア香るフェイスタオル2枚セットで1898円。クーポンで400円引きでした。これを4セット、全部で8枚購入しました。ふわふわの今治タオル。我が家ではフェイスタオルをお風呂上がりに使っています。33センチ ×80 センチというサイズですが、吸水力がいいので、これ1枚で十分に拭き取ることができます。カルビーポテトのじゃがいも 3kg で698円。さまざまな料理に使えるじゃがいもは常にストックしておきたい野菜の一つ。今日の晩ご飯はこのじゃがいもを使ってじゃがいもグラタンを作ります。このじゃがいも、形も綺麗なので皮が剥きやすいのも嬉しいところ。じゃがいものでんぷんを使ってとろみを出すグラタンなので、切った後は水にさらさずに使います。じゃがいもの美味しさを引き出すにんにくはみじん切りに。フライパンににんにくとバターを入れて香りを出します。いい香り。ここにカルビーのじゃがいもを入れて炒めます。バターで炒めてから牛乳で煮てあげることでじゃがいもが柔らかくなります。あ、もうすぐお芋焼ける？あと10秒。はいよ。ここに牛乳。あとはとろみが出るまで煮詰めるだけ。コンソメを少量加えておきます。気になった商品があったので購入してきました。島すり身、アゴー&アジとエソの2個セットで1298円。長崎県の五島列島から直送された魚のすり身。保存料不使用なのも嬉しいところ。冷凍された状態で売っています。QR コードを読み込めばすり身を使ったレシピも出てきます。このレシピを参考につみれ汁を作ります。2種類のすり身が入っているので、アゴとアジのすり身をつみれ汁に使います。
つみれ汁に入れる具材は冷蔵庫に残っていた人参や白菜など。つみれ汁の味付けはシンプルに醤油にみりん、塩を少々加えます。牛乳で煮ているじゃがいもも柔らかくなってきました。もう少し煮詰めます。こっちはポテトグラタンで、こっちねすり身、今日買ったさすり身があるから、このすり身を使って汁物作ろうかな、お魚を細かくしたやつ。こっちはアジとアゴでしょ。でこっちはエソで、何それ。お魚つまんで、こういうこと。こうやってそれでここからスプーンで、若干まだこう。いわしのつみれ汁は千葉県の郷土料理で団子汁とも呼ばれています。手のかかるつみれ汁を家で簡単に食べられるのは嬉しいですよね。青魚のすり身は栄養満点。お吸い物や味噌汁はもちろん、お鍋やハンバーグ、揚げても良さそうです。だしパックのかつおと昆布だけでなく、つみれから美味しいだしが出るので、シンプルでもうまみたっぷりのつみれ汁になります。残りはラップに包んで冷凍しておきます。牛乳で煮ていたじゃがいもはいいとろみが出てきました。最後に風味付けにナツメグを振りかけます。耐熱容器にグラタンを移しました。あとはとろけるチーズをのせてトースターでこんがりと焼くだけ。もう一つはエソのすり身。エソは弾力の良い筋肉質な身、真っ白な身で、すり身にはぴったりの魚。このすり身はこのまま素揚げにしてみようと思います。観音開きでスムーズに開封できるので手が汚れないのも嬉しいところ。子供にも魚をたくさん食べてほしいですが、骨を取るのがやっぱり大変。すり身は骨や内臓を取ってくれているので、魚が苦手な子でも食べやすいです。この日はこのまますり身を揚げましたが、刻んだ人参やごぼう、玉ねぎを入れて揚げても美味しいです。エソのすり身の素揚げ、お酒のあてにも良さそうな一品です。これは子どもたちも喜んで食べてくれそう。今すり身を揚げてん。すり身揚げたら、さつま揚げだ。さつま揚げって何？さつま揚げってみんなが好きなやつで。丸めるの難しいです。少し大きめでも。上に乗せるんじゃなくて、空いてるところに。おいしい？これ弾力すごい。ね。いいよ。奥の。いいよ。飲むだろう。じゃあ揚げたてやったら熱い？すり身を揚げた。おいしいね。
手が伸びる。みんなの分なくなった。イエーイ。みんな大好きサーモン。お刺身用だよ。コストコといえばこのサーモン。アトランティックサーモンフィレ 865g で4567円でした。コストコのアトランティックサーモンは養殖されているノルウェーのいけすから水揚げ直後に冷蔵状態で日本に空輸されます。一度も冷凍されていない生のサーモンだからこそとろけるような食感が最大の魅力。今日の晩ご飯はこのサーモンを贅沢に使ってサーモンのポキやなめろうなど4品を作ります。腹の部分は一番脂が乗っているのでお刺身でいただこうと思います。子どもたちはお刺身が大好きなので多めに切っておきます。何切りなの？まあ大丈夫っしょ。これはでもすぐなくなりそうだね。刺身が前すごい柔らかいからさ、すごい切りやすい。でも刺身にしよう。全部お刺身がいいの？こっちをさ、アボカドとあえてポキにしていい？ポキ。アボカドはいいです。でもちょっとはたたき。じゃあ今度これがたたき。皆さん大好きなお刺身。あ、カルパッチョもしたいなと思ってたね。せっかくあるからさ。かぶりつきたかった。ね。サーモンとアボカドを使ってハワイの定番料理ポキを作ります。ポキはハワイ語で切り身を意味する言葉。ハワイの地元の漁師が取れたての魚をシンプルに味付けして食べたことに由来すると言われています。ここの部位はカルパッチョにしようと思います。カルパッチョとはスライスした魚にオリーブオイルやソースをかけるイタリア発祥の料理。簡単なのにレストランのような仕上がりのサーモンカルパッチョはよくクリスマスやお誕生日パーティーなどで作ることが多いです。こっちはさ、なめろうにしようかと思って。なめろう知ってる？知らない。お味噌で和えるの。入れたやつはちょっと大人の味。なめろうは新鮮な魚を味噌や薬味と叩いて和えた料理で、千葉県房総半島の漁師飯として生まれた郷土料理。薬味は生姜に大葉、細かくみじん切りします。みょうがや長ネギなどを入れても美味しいです。少し大人の味なので子どもたちは食べてくれるでしょうか。なめろうはアジやサンマ、イワシなどで作ることが多いですが、新鮮な魚なら何でも大丈夫。サーモンも包丁で叩いていきます。なめろうはそのまま食べるのはもちろん、ご飯にのせてサーモンなめろう丼にしても美味しいです。ここに味噌を入れてさらに叩きます。包丁でこう細かくしたの。叩いた。包丁で叩いた。みょうがとか入っても美味しい。今日は入れてない。サーモンのなめろう完成です。これは早く食べたい。お酒のあてにも最高です。
今日はサーモン尽くしだよ。なんと豪華な。サーモン尽くし。そう、お母さんさ、コストコ行ったら一回買ってみたかったの、サーモン。でもいつもさ、高くてさ、ついつい買えなかったんだけど、今日はサーモン買ってみたの。安かったね。安くはないよ、高かったよ。高かったけど食べたかったんですよ。これを今日はポキにします。これアボカドね。アボカド。サーモンとアボカドのポキを仕上げます。サーモンとアボカドの相性はバッチリ。家で簡単にポキが作れます。ポキの調味料はわさびに醤油、ごま油、白ごまを振ります。調味料の量は味見をしながら整えていきます。お家で簡単サーモンとアボカドのポキです。とろけるサーモンとアボカド、ごま油にわさび醤油の組み合わせは絶対に美味しいはず。カルパッチョのソースドレッシング作ってなかったよ。そうでした。カルパッチョのドレッシングを作るのをすっかり忘れていました。調味料は塩、砂糖、お酢、そしてオリーブオイル。香り付けにバジルを振ります。シンプルなドレッシングがサーモンカルパッチョの美味しさを引き立ててくれるはず。さあ、今日はサーモン尽くしご飯するよ。はいはいはい。よしよし。すごいね、サーモン尽くし。どうかな。汁。これは美味しい。このつみれ汁はすり身からもうまみのある出汁が出て最高に美味しいです。これはお汁も残さず全部食べてくれるはず。北海道産ゆめぴりかのご飯も炊き上がりました。粘りの強さともちもちとした食感が特徴のゆめぴりか。ご飯はつやつや、お米の白さが際立ちます。お汁乗せてね。お茶碗とお汁持ってってね。コストコで見つけた目新しい食材を使ってのご飯作りはとても楽しいです。ポテトグラタンも焼けたよ。焼き芋さん。はい、配って。はい、いえいえ。ね焼き芋すっかり忘れてた。でもね、ずっとこれ入れてたからあったかいわまだ。オーブンでじっくりと焼いた紅はるかの焼き芋。とても甘いのでおやつやお弁当にもぴったりです。周りのさによ。お皿。甘いよこれ。あ、ちょ。子どもたちはこの甘い焼き芋が大好き。コストコで購入してきた食材で今日はとっても豪勢な晩ご飯です。いただきます。今日はサーモン尽くし。いただきます。サーモン尽くし。サーモン。焼き芋美味しい。
まい。ハーモンもうまい。ね、焼き芋美味しいよね。あんま。ね、何にも取ってない。美味しい。美味しいじゃん。入れて。これ何味？オリーブオイル。うん、それカルパッチョ。なんか見たことあるな。カルパッチョもうまいよ。みんな刺身を食わないのか。食べるよ。ちょっと待って。ママの分。ママの分。別の分も残してないよね。これはポットね。取りすぎでしょ。だからみんなの分考えてよ。肉団子的なもの。ママ食べたい。ママ。みーちゃんどう食べれる？大人だね。それ生姜とかさ、しそとか入ってんのいろいろ。ご飯に合うでしょ。もう。合う。あ、そうだ、サーモンの。やっぱりさ、まずはサーモンのお刺身だよね。あ、美味しい。ポリポリする。プリプリするね。サーモンね。あー、これ飲んでみて。すっごいいいさ、お出汁が出て、この、すごくいいお出汁が出て。肉団子的なもの。これお魚。美味しい。美味しいわ。ねえ、だからおつゆもすごい美味しくなってる。これでしょ。うん。グラタンうまい。また美味しいね。グラタン美味しい。たまにはこんな贅沢な晩ご飯もいいですよね。お買い物や料理の参考になると嬉しいです。ハムタと。なんで？最後までご視聴ありがとうございました。楽しく家庭料理が学べる料理コミュニティひらり家のキッチンサロンを開講中。詳しくは概要欄をチェックしてね。